はい、皆さんこんにちは。合気道 F ラボです。はい、ということで、今回はですね、前回に引き続きなんですけれども、こちらです。入り身投げの受け身ということで、ちょっと受け身シリーズを、2回ちょっと続けさせていただいたんですけども、初歩投げ、入り身投げ、小手返しは結構頻度高いと思うので、ここの受け身にもフォーカスしてみたいと思いますけれども、それとりあえず正面打ちで今日は、いくということですよね。はい。すごい基本の木といえば基本的です。私ちょっと苦手なので、そこら辺もお話をお聞きできたらいいなと思いますので、まずは見本動画の方からご覧ください。どうぞ。正面打ち入れないですね。講談社同士の方とかは別として、まず最初にお願いしたいのはできるだけきれいに打ってあげる。入り身するのが分かってるからそっちにもちろんあまりにも動きが速いからもう少し合わせなさいよっていう意味で言うのは分かるんですけども、やっぱ初心者とか相手あるいはもうすごい後輩相手にしてもこっちに行くの分かってるからってこう手出しちゃう方って見かけるんですね。この時点でもう攻撃は正面打ちでなくなっているので、できるだけ綺麗な正面打ちを打ってあげてくださいねっていうのが最初の、お願いなんですけども、あと実はこれも正面打ちなので落として回るっていうのは実は鍛錬なんだよっていうか、落とす部分は利合いですから、打ってきた降りてるものを下ろしてあげるっていうのは利合いの一つであるんですけども、回るのは昔は鍛錬のために回ってると。もういいくです。音をしてここでもそのまま行ったって入り身投げですし、もっと状況になってここで相手の力をずらしながら入っていくのも入り身は入り身なので、必ずしも回る必要はない。回るのは鍛錬のため。散々昔やりましたけどね、昔はしっかり後ろから打っていったんで、どうぞ引き落とされてもここでガーンとこうなったところから「立て!」って言われて「はい!」って立ち上がってきたらここで今度投げに入られる。もうどちらかというと受け身の鍛錬でですねこれ後輩がやってていいなと思ってたら今時々私も取り入れてるんですけど、人間ドリブルここの状態で相手の圧を感じてこれにちゃんと応じて力を抜いて動いていけるっていうかね、これもう足腰の鍛錬です。今やっただけでこんだけいいからあるんで若い人限定なところではありますけど、バネを作るというわけですね。これただ分かってるもの同士でやらないとつい惰性でこうなっちゃうんですね。なかなか難しいところではあるんですけども、圧を感じながらやる、こういうので足腰の鍛錬、そのためにぐるっと回してますですよっていうのがあってですね、そういうのもいいかと思うんですけども、時々この後いろいろ級が上がって技が増えてきた時にいわゆるターン、体の向きを変える時に散々言ってきた大雑把に回ってしまわないというか、できるだけよく言う小魚の群れのようにというか、ここですぐ出ていける、ここで踏ん張ってしまってじゃなくて体の各パーツが同時進行で向きが変えられる、そういう体を割る稽古、いわゆる体を割る稽古、さっきの膝を抜く稽古、体を割る稽古なんかにはとてもいいというよりは無理やり投げられてるうちになんとなくそういうことを覚えてきたというですね、だから
イルミナリの受け身なんかとても体使いの稽古に、しんどいですけどね、なっていいなと思うんですけど。ここで下に落とされる、下にしっかりして落とす。で、今私は目の前に、当然なんですけど、今内田さんはいないです。当然でも後ろにいることは感じてるわけですよね。で、そうこっちに逃げればいいんですけど、稽古として逃げるわけにいかない。内田さんを追いかけるので、あと昔先輩に言われたのは、相手の肩口をめがけて起きろと。この辺で起きると当て身が来るかもしれないぞと。先生になってもこう首掴んでそのまま首掴んで首投げる先生とかも今いらっしゃるぐらいですから、先輩に注意されたのは、教わったのは、相手の肩口めがけて起きる。そうすると合気道やってるもんなら嫌がおうでもこうなる。この投げ以外はしないと。ここに起きてきたものでいちいち引き離してこういう当て身なんか入れないけど、ここに起き上がってくるとそのまま当て身を入れられるぞと。でも万が一そこに起き上がってしまって当て身がここで当て身が来ました。もうそこはそこでピュッとなりますよね。そうすると今度滑り受け身とかになってきますし、あと私ちょっと他の人と反対方向なんであんまりやりませんけど、ここから飛び受け身になることもありますですね。この状態からそっちに入ったのも、こうやって受け身取ってたりしたこともありますけど、私他の人と反対に飛んでるみたいなんですけども、相手の先輩の投げがしっかりしてるとこれに乗って一人ではできない爆中に近いようなことを投げてもらってやってたこともありますけどもですね。結局は2人で作るもの、投げと受け2人で作るものですからね。これは正解ってなかなか言えなくて、2人の共同作業でこういう形って、持っていくのでいいんじゃないか、行くしかないんじゃないかなと思ってるんですけど。これ飛び受け身もそうですし、滑り受け身もそうなんですけども、さっき言ったこの当て身が来たのでそれを回避して取ったっていうのももちろんありなんですけど、個人的にはやっぱこれに見えるかな、この右を返してこれに乗りたい。あそこまで返されるともうすぐに出る。手全体で返すんだけど、これに乗って受け身を取れるようになりたいな。はい、解説の方の動画見ていただきましたけども、すいません、ちょっとマルチキャストになってしまいました。お疲れ様でした。はい、ということで、私ちょっとオープニングでも言ったんですけども、振り返るのがいつもどうしても遅れるんですけれども、あの辺っていうのはやっぱり相手がこう肩口引くのにうまく乗っていくみたいなのが必要なんで、そうなんだから自分の体を割るとかですね、中心から回るとか、自分の体使いとやっぱ自分勝手じゃないですね。やっぱ乗るって、そこがなかなか難しい、今だにも難しいですよね。そうですね。入身肩稽古なので後ろに回られて、肩口引かれるのが分かってるので、とっとと回ってしまおうってなってしまうんですけど、それだとまたちょっと違うのかなっていう。そうですね。あくまでやっぱそれをきっかけに、これをきっかけにするとやりたいけど、やっぱ私でもやっぱ過剰に動いてしまったり、落としてないのに落ちてしまったりとかですね、落とそうとしてるのにちょっと一瞬躊躇あったりとか、なかなか難しいですね、やっぱね。2人で、うまく作っていくっていうことになりますからですね。はい、分かりました。ちょっと2回連続受け身の方でやってみましたけれども、やっぱり受け身大事だなっていうのはつくづく思いますので、はい、皆さんも稽古の中で活かしていただければと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。